皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画第8章8の14で連立非線形方程式の根を求めるためのニュートン・ラプソン法について説明しました。今回はこの時計算に用いた計算プログラムを公開し、内容を説明します。1式で書かれた連立非線形方程式を考えます。ここで太字 x は変数ベクトルを表します。また太字 fx はベクトル x からなる関数を表します。本式の根を求めるためのニュートン・ラプソン法の基本式は2式で与えられます。ここで x の上につく i プラス1は反復計算の回数を表します。2式を理解しやすいようにするため n 個の連立方程式に対して正分で表すならば本式は3式のようになります。今回のプログラムでは方程式を解くために LU 分解を使っています。そこではじめにこれについて簡単に説明します。行列の種類の中に三角行列があります。これは正方行列であり、主対角線の片側の正分の値がすべて0である行列を指します。三角行列には下側のみが値を持ち、上側はすべて0である下三角行列と、それらが逆の上三角行列があります。LU 分解についてですが、任意の正則行列 A は下三角行列 L と上三角行列 U の積で表すことができます。すなわち行列 A は4式に示すように行列 L と U に分解することができます。これを LU 分解と言います。2式において LU 分解は次のように適用されます。対象となるのは2式の右辺第2項です。これを5式で表します。ここで計算したいものはベクトル x の値です。5式を6式のように変形します。1番目の作業は6式中の行列 A を7式のように LU 分解することです。7式により6式は8式のように表すことができます。8式中の行列 U とベクトル x の積を9式のようにベクトル y で表します。これにより8式は10式となります。そこで2番目の作業が次に来ます。10式を解きベクトル y の値を求めます。3番目の作業は y の値を9式へ代入することです。そして4番目の作業は9式を解きベクトル x の値を計算することになります。ここまでが LU 分解に基づく作業になります。結果として求めた x の値を2式へ適用すれば古い x の推定値から新しい推定値を計算することができます。
この図は2式を使って連立非線形方程式の根を求めるための計算アルゴリズムです。詳細は前の動画第8章8の14を視聴してください。変微分値行列の計算には第8章8の10で説明した数値微分法を使うことにします。また、新しい x の推定値は前述したように LU 分解に基づき計算します。それでは計算プログラムの説明を始めます。以前の動画で説明したように、私はプログラム作成にはいつも Visual Studio 2022を使います。本ソフトでプログラムを作成するまでの設定の手順は第10章の動画を視聴してください。私は今回作成したプログラムをマルチディメン NR メソッドというフォルダーに収納しました。プログラムを作成してランをかけると、図に示すようなファイルがフォルダー中に自動的に作成されます。計算する場合、この中のマルチディメン NR メソッド SLN、すなわちソリューションファイルを用います。また、今回作成したプログラムでは、自作のヘッダーファイルとして、連立方程式を与えるイクエーション H と、前の動画第9章9の7で述べた動的配列の作業領域を確保する MATUTIL-H を使用します。さらに、変数の数と初期推定値を与えるデータファイル Initial DAT を使用します。これらもまたマルチディメン NR メソッドのフォルダーに収められています。それではプログラム文の意味を順に説明します。6行目から10行目では使用するヘッダーファイルを列挙します。このうち9行目の動的配列の作業領域を確保する関数をMATUTIL-H と連立方程式を定義するイクエーション H は自作したものなのでダブルクォーテーションでくくられています。11行目の define 文では LU 分解において行列値による割り算でエラーが出ないようにするため、行列値が0の場合にこれを置き換えるための小さな値 tiny を設定します。13行目から17行目は関数のプロトタイプ宣言文です。これより本プログラムにはメイン関数以外に5個の関数が含まれることがわかります。20行目ではファイルからデータを読み込むためのファイルポインターを定義します。23行目から27行目まではメイン関数です。24行目で根を求めるための関数ルートファインドを実行しています。30行目からその関数の内容が書かれています。32行目から37行目では使用する変数を定義します。32行目の文に含まれる xp は変数、xp0 はその初期値、fxp は関数、xnew は xp の新しい推定値、df は fxp の変微分値を表します。39行目から42行目では変数の数と初期推定値を読み込むためのデータファイル Initial DAT をオープンにします。
46行目では、イニシャル DAT ファイルから変数の数を ND に読み込みます。48行目では ND に1を加えた値を ND1 と定義します。49行目から57行目では MATUTIL-H ファイルに基づき動的配列の作業領域を確保します。59行目から62行目ではイニシャル DAT ファイルから変数の初期推定値を読み込みます。64行目では NOT を0に設定します。これは LU 分解において行列が特異行列であるとき1に設定されます。65行目からニュートン・ラプソン法における反復計算が始まります。66行目のフラグは推定値の相対誤差が EPS の値、すなわち10のマイナス13乗よりも小さいとき、もう一回反復計算を行って計算を終了させる判定値です。最初は0に設定されています。67行目のフォーミュラ関数では XP の値に対する関数値を計算します。68行目のサブ i 関数では変微分値を計算します。計算値は行列 A に格納されて戻されます。69行目では再度 XP の値に対する関数値を計算します。これはサブ i 関数の実行により fxp の値が書き換えられているからです。71、72行目で関数値を行列 B に設定し、73行目の LUDCMP 関数では行列 A を LU 分解します。結果は行列 A に収められて戻ってきます。この時 not equal 1であれば行列 A が特異行列であり、74行目の判定で計算の実行が停止されます。75行目の LUBKSB 関数では行列 A とベクトル B から根を求め、結果が B に格納されて戻ってきます。77行目から79行目では古い推定値から新しい推定値を計算します。80行目から83行目までは計算値の相対誤差が10のマイナス13乗よりも小さいとき、フラグイクオール1とし、もう一回反復計算を行い終了する準備をします。84、85行目では新しい推定値 xnew を xp に置き換えて反復計算の準備をします。87行目から91行目ではフラグの値に基づき計算の継続か終了かを判断します。93行目から100行目までは収束した場合に根を、30回までに収束しなかった場合に収束しなかった分 not converged を出力します。103行目ではデータを読み込むためにオープンしていたファイルをクローズします。104行目から111行目では配列の作業領域を開放します。116行目から始まるサブ i 関数では関数 fxp の変微分値を求め、これらを df に格納するための関数です。
ここでは次数を4とする数値微分法を使用します。詳細については第9章9の3を視聴してください。このページも数値微分のためのプログラムを示します。147行目から LU 分解のための LUDCMP 関数のプログラムが始まります。ここでは Numerical Recipe in C で与えられた関数をそのまま使用しています。LU 分解された5の行列は行列 A に格納されて元の関数へ戻されます。このページの文も LU 分解のプログラムの続きです。195行目では行列 A の値が0である場合、下の文で行われる割り算でエラーが出ないようにするため A の値を小さな値10のマイナス20乗に置き換えています。このページから LU 分解に基づき計算された関数の変微分値と関数値を使って2式の右辺第2項の値を計算します。LU 分解とこれに基づく方程式解法の関数の内容については説明を省略します。詳細を知りたい方は前に挙げた文献を参照してください。ここで示したプログラムでは関数式をイクエーション H というヘッダーファイルから読み込みます。したがってフォルダーに収めたこのファイルに関数式を書き込む必要があります。ここでは例として11式をイクエーション H に記述しています。計算結果を示します。ここではイニシャル DAT に書かれた図のようなデータを読み込んで計算を行いました。ここで1行目の3は変数の数または式の数を表します。2行目の3個の数値は3つの変数に対する初期推定値です。実行結果は次のようになりました。全ページの3個の関数式に対してそれらの根が精度よく得られました。反復回数は7です。収束に要した時間は1秒以内です。収束が早いですね。しかしながら関数式の数が多くなると初期推定値を根の近くに設定しなければ収束しにくくなります。計算を始める際には根はわからないのでこのことはいつも問題となります。これはどの求根法でも同様です。特に
ニュートン・ラプソン法ではその収束領域が狭いため、複雑な方程式になるといつも苦労します。しかし、ここで示したプログラムはそれなりに完成されたものになっていますので、普通の式であれば根が得られると思います。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画までごきげんよう。